ループにこれ全部まるっと入ってる。そうそう、古代の石板みたいな。はい、どうも始まりました。本日スペシャルゲストギタリスト佐々木秀久さん、そして大前友田中さんです。よろしくお願いします。今回の動画ですけれども、まさか新製品出たということで、そうです。プライムギアデラックス。デラックス、はい、デラックス。佐々木さんのボードにも搭載されていて、今日ね佐々木さんに佐々木さん前ボード紹介動画ありがとうございました。いやいや、もうそれぶりっすよね。そうですね。今日そのボードとはまた違うボードを。そうなんですよね。もう一枚メインボードがあって、はいプライムギアデラックスに入れてツアー抽選の時に、ですよね、これもう1枚とおっしゃいましたけど、左右のこのボード、そう今日本編はこの後プライムギアデラックスがっつりやっていくんですけども、これもちょっとそうです。これね、これはこの今 GT が入ってる方がメインボード、コントロールボードで、GT にはセンドリターンが2つあるんですね。前はそこにペダル2つないし、スイッチャー入れて3つ入れてたんですけど、もっと入れたくなってきて、こっちのボードはもうセンドリターン1に丸々ボードが入ってます。ループにこれ全部まるっと入ってる。そうそう。でここに乗っかってるペダルをこの ES5 が乗っててですね、これをいろいろ組み替えてると。ね、こっちはマニュアルモードになってて、12345のループのどれがオンになってるかがこう見えてるわけです。このスイッチャーを右で制御して、でもマニュアルでこれ入れたいな。そんなボードなるほど。これちょっと佐々木さん手書きのこちらです。どうぞ。こんな感じになってまして、だからこのねループの中にこのスイッチャーが入ってて、こっちの ES5 が右でコントロールされてるんですよね。なのでメイン側の GT 線、こちらを踏むとサブ側も切り替わるんだけれども、その時々に応じて別に上書きで踏み替えられる。でレコーディングになったらこっちのボードだけでいいんですよ。なるほど。ディレイとかもあんまり使うことないから。せっかくなんでオーバーレトンさんのペダルもあるんで、ちょっと何個か聞きたいポイント聞いていいですか。SDE3000D ってこれディレイじゃないですか。こっちの GT 線にもディレイ入ってる。しかも同じボスで、なぜいるのか。これはなんかね SDE3000D っていうのはSDE3000 ってね有名な80年代のありましたね。なんかねその時の空気感出るんですよ。時代を感じますね。でもすごいいいですよね。内部の GT のディレイの方がいいなって時は使い分けてますね。そしてこっちのサブボードにはいますね。オーバーレトン製品がたくさん。レギュラーメンバーなんで、うちのメルカバはブースターですね。で、いつものファウンテンか。でこれにブーストして、もうこれオーバルトーンかける佐々木さんって感じすごいする。4086。これにねメルカバが好きなんだよね。あとは CFP というみたいな。こんだけなんか使ってもらって使い分けてもらえるとすごくなんか作ってる方としてはそうですね、嬉しいですよね。そして右上にいる本日の主役、インプットにバッファーが入ってるんですよね。2本ギターが入ってて、これでギター切り替えができると。
じゃん、こちらに1個お借りしてきました。これデザイン可愛いなと思って、おしゃれな文字書いてあると思ったら違うんですよね。ここに説明がっつり書いてあるんですよね。こんだけなんかこういろんなパターンがあるよっていうのを古代の石板みたいな読み解きます。読み解きます。じゃあいっちゃん上、これ U から S。はい、これ U から S。これ U っていうのはそのユニティ入力されたレベルと同じ音量の。いやブーストされない。そうですね。ブーストされないで、この S はまあ先導、まあこれはジャンクションボックスとして使う時の先導ですね。U から入って S から出てくる。はい。シンプル。その状態だとただのバッファーになります。なんだけどフットスイッチを踏むとピンク色になってつまみを上げた分だけブーストされるっていうことですね。だからブースターとして使えるってことですよね。そうです。ブースターとして使える。なるほど。これが1個目。2個目を矢印が U から S と R に。でもこれ1個目のちょっと進化版ってことですよね。まあそうですね。実は R からも常に信号が出ているので、チューナーアウトとして使ったり、チューナー用の方にもチューナー用のバッファーが別でついてるので、出力側で次のエフェクターの頭に影響をチューナーが及ぼさないみたいな。ってことですね。チューナー側はこのブーストオンオフにかかわらず、まあ一定の音量が出力されるので、だからこれあれですよね。素の音取っときたい人とか。そうです。それも使えるっていう。3つ目を B から入る。この B から来たぞ。B とはなんだ。 B はまあブーストインプット、ブーストの方に入れると、つまみを上げるとまあその分ブーストはされるんですけど、まあ普通に使うときはまあ0にすれば普通のただのバッファーになるんですけど、で U に何も刺さってないときにこれを踏むとミュートになるんですね。皆さん分かりましたか？昨日結構難しかったですね。U に入れた時は普通にこうブースターのオンオフができたんだけれども、B に入れると常にこのブーストが効いてる状態で、ただ0にしてるとブーストはされないよと。そうです。で踏むとミュートです。ここまでですでにいろいろ使えますよね。じゃあ4つ目、これさらにこれなんかもう数式みたいになってきます。もう数学の授業の黒板みたいになってきます。いやでもこれね、こんだけいろいろできるっていうのは本当すごいことで、このサイズで。はい、4つ目、これはもう口では言えないですけど、これ何ですかね。これはまあインプットセレクターですね。これいわゆる U と B が2つ左に書いてあって、じゃあさっき佐々木さんがやってたやつですね。そうです。全然難しくなかったです。じゃあU と B からのどっちからのインプットにするかをここのスイッチで選択できて、でそれが両方この S ってアウトプットのところから出てきてるし、チューナーアウトにも出てくる。この時このブーストノブは B インプット側だけに効いてるんですね。なんで B の方に音量が小さい楽器を挿すと揃えられるっていうか。確かにこれはマジで実践でよく使ってて、ギター1と2で1はねレスポールだけど2はストラトみたいなレベル差がだいぶあるんですよ。同じ歪みのセッティングでも全然リードのあれが変わっちゃったりするので、やっぱレベルちょっと上げれたらいいねっていうので。そうですよね。じゃあストラトを B 側に挿してここでちょっと上げてあげる。レスポールに揃えてあげる。じゃあ最後来ました、ラスボス。これさらに難しいけど、これもそんな実は難しくない。実は難しくないです。今度逆に R 側にリターンとして挿すとアウトから出ていくっていう、まあジャンクションボックス的に使えますっていう、スルーになりますっていうことです。これ開発する方からするとすごいなと思うんですけど、この今までこの R からチューナーに向けて出てたじゃないですか。ここに挿すとそこから戻ってきてアウトプットから出ていけるっていう。スルーになるっていう。すごいですね。これすごいですよ。俺マジこの石板の文字ちゃんと今まで読んでないんで、いつもの使い方をだけしてたから。なのでそうすごいですね。最後のやつはジャンクションボックスとして入力も選択できるし、中のボードを通ってきて最後アウトプットから出してくれる。佐々木さんが今使われてるやり方ができると。ああもうお腹いっぱいになっちゃった。すごい。結構ボードをやっぱり組み替えたりした時に、今回ジャンクションボックスミディアウトが欲しいとかだったら、これはジャンクション使えないなって思ったら、じゃあブースターとして使うとか、なんかそういうここでも使えるここでも使えるよみたいな風にしたくて。はい、ではバッファーの音どんな感じかやってみたいなと思います。今佐々木さんのギターのアウトプットこちらに来ております。じゃあまずアンプ直いきますね。いやいいな、もうギターっていいですね。幸せ幸せ。いいやん。でこれを先ほどご説明いただきました。じゃあこのユニティの U に入れます。ここから出てきたのをアンプに挿します。どうだ。
どうですかどうですか？もうプリップリっすね。全然違いますよこれ。あ、本当ですか？全然違いますよ。でもなんか変わっちゃったわけではなくて、単純にご機嫌になりますねこれ。ギターのその質感とかのキープしてだけどバッファーのこの鮮度っていうか、恩恵は受けたい、恩恵は受けたいみたいなところが、ちょっとブーストも試してみたいんですけど、いいですか？上げていくと絶妙のさじ加減。いいですね。ここから急にギュイーンって上がるとちょっとなかなかこの辺って使う場面がなくなってきがちですけど、真ん中ぐらいまでは調整で、そこから先は音作りっていう感じで使えるかな。これちなみに9から18って書いてあるのは18ボルトも食べれる？いけますいけます。どうなるんですか？ちょっとむっちりする感じですね。なるほど。じゃあ18ボルト好きな人、ああいう感じのサウンド好きな人は、だからバッファーとして使う場合本当は9ボルトの方が味付けはしてないんですけど、ただ味付け積極的にしたい人は結構18とかもおすすめかな。なるほど。はい、というわけでいろいろ学べましたので、佐々木さんのボードにちょっともう一回戻ってきた感じなんですけども、佐々木さん昨日ライブだったじゃないですか。昨日ね、ユキランページでしたね。じゃあ拝見させていただいたんですけども、ありがとうございます。佐々木さんのね、もうこのボードでやられてたんですよね。めちゃめちゃいい音だったんですけど、ルーパー使ってのギターソロめちゃくちゃかっこよくて、あれちょっと全然関係ないけどリクエストしてもいいですか？いや関係なくはないですよ。ちゃんと使ってるから。じゃあ今日はブーストちょっと下版でやってみたいと。いいですか？いいですよ。やった。はい。かっこよすぎるわ。こんなに使いこなす人います？ルーパー自然すぎて切り替えがね。いやでも本当に入出力がしっかりしてると完成度がめっちゃ大事っすね。大事ですよね。はい、というわけでこのオーバートーンさんのプライムギアデラックス、これ欲しくなった方はウェブショップもありますし、楽器屋さんにももちろんフォローしてますんで、ということなんでぜひ皆さんチェックしていただければと思います。佐々木さん、今日は素敵なギターありがとうございました。僕も勉強になりました。いやそうですよね。本日スペシャルゲストギタリスト佐々木秀久さん、そしてオーバートーン田中さんでした。どうもありがとうございました。それじゃあまた動画で。